桜井です。今回の内容はルートについてです。とにかく言語化するのが難しかったです。そして今回の動画いつにも増して地味です。でも私が YouTube でやりたかったことの一つがルートについてまとめることでした。怖いです。ルートについてまとめた情報があればきっとゲーム業界にとってちょっとだけプラスになるんじゃないかなと思ったので挑戦しました。なるべくわかりやすくまとめたのでぜひご覧ください。ルートとはキャラの原点を定義するものです。由来がそうなのかわかりませんが、そのまんま日本語訳で根っことか基礎土台となるもの、中心というニュアンスでいいかなと思います。とりあえず大事なもんっていう理解で OK です。こんなキャラの原点であるルートの役割は大きく2つあります。1つ目が要素を親子付けできる。コリジョンやメッシュ、オブジェクトなど様々な要素を追加することでキャラを作ります。2つ目、制御できる。プレイヤー、プログラマー、アニメーターがそれぞれの手法で制御、コントロールできます。この中から特に厳選して星マークがついている4項目について補足していきます。プレイヤー NPC はそれぞれの原点ルートに要素を追加して一つのキャラクターを形作っています。ルートが根っこなら今から説明するコリジョン、メッシュなどのコンポーネントは木の幹や枝葉みたいなイメージです。代表的なコンポーネントについて3つ解説します。コリジョン、聞いたことあると思います。ルートにはコリジョンという当たり判定をチェックするカプセルがくっついていることがほとんどです。コリジョンは背景用、キャラ同士用、攻撃用、非ダメージ用などいろんな役割を分担できるので実際には1キャラで複数個保有することがあります。メッシュ。メッシュつまりキャラモデルをルートに親子付けできます。UE ではスケルタルメッシュといって骨とメッシュを持つモデルのことを指します。スケルタルメッシュには実体がなく壁をすり抜けてしまうのでルートとスケルタルメッシュは基本的に2個1です。極論メッシュが単なるスフィアとかでも移動したり攻撃も作れちゃうのでゲームは成り立ちますがキャラが攻撃したり演技することは見た目が華やかで説得力アップにつながるので必要不可欠なコンポーネントと言えます。ちなみにアニメーション情報はスケルタルメッシュに紐づいています。オブジェクト。これは分かりやすいです。オブジェクトをルートの子供にしてぴったりついてこさせることができます。ルートの子供であるスケルタルメッシュの骨にくっつけることもできます。代表的なものだと武器を手に持たせることができます。動画では両手に適当なオブジェクトと頭の上にライトを焚いて親子付けしました。以上、代表的なものだけですが様々なコンポーネントをルートに追加することでゲーム上で動くキャラを作ります。制御できる。制御できるについては3つ目のアニメータが制御できるについて重点的に解説します。ルートモーションという仕組みがあります。ルート骨に直接アニメータがキーフレームを打ってゲーム上のルートに動きを反映できます。例えばこんな感じでルートが2メートル進むパンチを作ったとします。これをゲーム上でボタンアクションできるようにするとこんな感じで2メートル進みます。通知というものを使えばターゲットに吸い付くようにルートモーションに補正をかけて攻撃をヒットしやすくすることもできます。ちなみにややこしいんですけどこのキャラクターの一番親の骨はルートという名前がついていますが今回説明しているゲーム上のルートとは異なるものです。ス
ケルタルメッシュのルート骨は、ゲーム上のルートと同じ場所にある骨という理解でいいと思います。以上、厳選したポイントに絞ってルートについて説明しました。まとめです。ゲーム上のルートとは、ドラの原点、中心です。ルートの役割は2つあって、1つ目、要素を親子付けできる。コリジョンやメッシュ、オブジェクト、移動定義など、様々な要素を追加して1つのキャラクターを作り上げます。2つ目、制御できる。プレイヤーやプログラマー、アニメーターがそれぞれの手法でルートを制御、コントロールすることができます。大体は合ってると思うんですけど、正直勉強不足で厳密に違うところはあると思います。他にもルートの役割こんなんがあるよとか、ここ間違ってるとか意見が多くなれば動画を作り直すか補足するなど対処しますので、コメントお待ちしております。とはいえ私はこのぐらいの理解で今のところ困っていないので、ゲームのアニメーターはこれくらい分かっていたら十分なのかなとも思います。私自身本当にゲームの知識がないままゲーム会社に入ったので、このルートという概念を捉えるのにとても時間がかかりました。この地味な動画が誰かの助けになれば作った甲斐があります。ご視聴ありがとうございました。